ポール・マーティンさんは刀剣研究家であり、海外のコレクターと日本刀の橋渡し役でもある人物。この日訪れたのは東京銀座にある日本刀専門店銀座長州屋。歴史的に貴重な日本刀が揃っている店。これはポールさんもご存知のように南北朝時代のね、はい、今から650年は経ってないけども、そのような時代の刀ですよね。どうぞ。はい、ありがとうございます。幅広で健全な形で残ってますよね。はい。ポールさん好きですか、南北朝のこと。そうそう、金光特に好きです。好きですか。ああ、よかったね。うん。ね、写りは綺麗ですね。ね。やっぱ写りが魅力。そうそうそう。と、ね、金光の刃文も。刃文ね。ね。ね。まあまずは形を見て。形を見てね。それから地金。地金、この鍛えてある肌ね。そう。肌を一生懸命見て。そう。折り返し鍛錬というの作業によって肌の模様が出てきます。それから刃文の形ですね。硬い部分と柔らかい部分の、境目があるですね。その境目の辺でいろんな、微粒子出てきますね。いろんな形で。ね、それが面白いね。いろんな変化があるよね。変化があるよね。ね、この刃物の中で。日本刀の味わい方には基本となるいくつかのポイントがある。まずは全体の形。その反り具合や長さによって作られた時代がわかる。地金、いわば刀の肌。繰り返し鍛えられた証であり、二つとして同じものはない。そして角度によって見えてくる波のような模様の刃文。作り手の個性が最も現れる部分だという。刀の個性がこの刃文に出るわけね。それをこういう人は見逃さない。ロンドン生まれのポールさんが日本刀に興味を持ったのは10代の頃。父が空手をやっているから私も空手をやりたかって、よくサムライスピリットとかあと武士道のことを聞いて、それから興味深いになるきっかけは14、15歳ぐらいでタククル・ケンさんの映画を見て、ケンさんはとてもかっこよくて、無口な男らしいな。その時からちゃんと日本刀のことを勉強して始まったんだと思います。成人し大英博物館の警備員の職を得たポールさん。そこに日本刀が展示されていたことが大きく生き方を変えることになる。その時は実際日本刀を見てとてもびっくりした。不思議な感じでしたね。日本刀はとても美しくてと神聖なものとか精神深いものとかいろいろなものを感じて、同時にその時は日本刀の専門の仕事になりたいだと思ったんですけど、先生の一人は「マーティン、刀興味があるんですか？」「はい、そうですね。それから日本語勉強しなきゃ、漢字全部勉強しなきゃ」と言われて毎日刀持ってみないと言われた。ポールさんは懸命に勉強。やがてその知識と情熱が認められ、大英博物館の日本部門の担当者として採用される。警備員からの採用は異例中の異例だ。大英博物館の日本部門の代表として毎年日本に通いました。その時は日本に来るといろんな、神社とかいい刀の、コレクションがあればそこで勉強しました。ポールさんには当時もそして今もよく訪れる場所がある。東京国立博物館。国宝に指定されている日本刀が鎮座する場所。
ここで最初の国宝を見たことがあったんですね。素晴らしかった。その時は鳥肌になってずっとじっと見て、それから数年後で2回目見て、古いの友達が会ってみたい、しばらく会ってみたい感じでした。ヨーロッパのコレクターのために日本刀の目利きをする傍ら、ポールさんは世界各地で日本刀についての講義を行っている。一方で日本国内で開催される日本刀の勉強会にも足しげく通う。日本刀はどこまで勉強してもし尽くせない深い世界だと考えている。日本刀はただ武器ではなくて精神的なものですね。持つとちょっと心落ち着けとなんか感じてるんじゃないと思うね。日本刀はいろんな役割があるんですね。稽古するときは、帯に刺して、本物かどうかわかんないですけどね、でもそういうシンボルがあるんですね。悪者を守るために。新しい赤ちゃんも生まれた時もお守り刀差し上げてとか、それから日本の神様がその刀に宿ります、ね。若き日、先生から言われた通り、ポールさんは刀だけでなくその奥にある言葉や文化を世界に伝えようとしている。日本刀はいろんな作業に折り返し鍛錬と焼き入れ、それから別の職人に渡して研ぎ師、いろんな研ぎ指導で研いで、ね、いろんな職人でお互いに負けないようにとても美しいものを作って、それも日本のチームワークのみたいなシンボルだと思います。日本刀の世界と出会ってなかったら、はい、こういう人生ではなかったです。そうですね。そういう言えば健さんの絵が見ないと、ね、そういう人生にならないと思います。ね、まだ警備の仕事するかな。